シードフリーダムに登場したモビルスーツほぼ全部キット化してるのもはや怖いまであるよね。ってことでどうもプラミンです。はい、ということで今回の動画はそんなシードフリーダムキットからこちら、よいしょ、そうライトニングバスターガンダムをね作ってレビューしていきたいと思います。このキットね DMM で予約してたんですけど、ちょっと配送が遅れちゃって今手元に届いたのが23日ですね。ちょびっとだけ遅くなっちゃいました。で、冒頭の挨拶でも言ったんだけど、シードフリーダムに登場したモビルスーツマジでほぼ全てキット化決定してるっていう力の入り方がマジでもはや怖いまであるっていうね。で、箱絵はこんな感じで、ここにねちゃんとデュエルブリッツいんのよ。で、デュエルブリッツの箱の方にも後ろ側にライトニングバスターがいるっていうね、マジでめちゃくちゃいい箱絵。箱の側面はこんな感じで思ったより分厚くないんだよ。シードフリーダムキットって言ったらめっちゃ分厚い箱がね多くて内容量もデカめなキットになってるんだけど、大体これはねそんな多くない、割と普通の HG ぐらいだね。で、ちゃんとシードアクションシステムも入ってるし、このめっちゃでかいランチャーはねしっかりとこう下にも上にも展開できるみたいでかっこいいね。個人的には下展開の方が今んとこ好きかな。作ったらもしかしたらね印象変わるかもしれないけど、反対側はこんな感じで商品画像とシードフリーダムの軽い説明だね。ってことで早速ライトニングバスターガンダム中身気になるからね見ていきましょう。ではいざ開封。よいしょ。やっぱねシードフリーダムにしてはランナーの袋すら少ないわ。ランナーの袋は全部で3袋、少ない。はい、内容物はランナーが全部で8枚とホイールシール、説明書になってます。やっぱね内容量少ないね。結構シードフリーダムキットの中だったらサクサク作れそう。しかもシールが少ないよ。ただねちょっともう先に組み立ててる写真とか見ちゃったんだけど、顔のダクトの色分けがこのシールになってるみたいで、ちょっとねそこだけ物議を醸してるっていうか、ちょっとね賛否両論あったのは見かけました。で、このフレームランナーはもちろん GAT フレーム共通ランナーだね。デュエルブリッツもこれだった。このフェイスパーツの下部分、ここのダクトがね赤いシールでの色分けになってるので、ここはねちょっとパーツ分割して欲しかったなみたいな声はちょっと見かけました。このキットね多色成形のランナーとかも入ってないね。他のランナーはしっかりライトニングバスターガンダムっていう表記。これがあれだね、でっかいランチャーの武装のランナーだね。これマジでかっこいいよね。この武装のためだけにライトニングバスター買うのねちょっとありだと思うわ。で、これ肩のセンサーのランナーだと思うんだけど、これ絶対ブラックライトで光るから、もう絶対光る。もうこれ光んなかったら土下座してもいい。よいしょ。もうねわかんのよ。わかる。結構ちゃんと光るね。で、これが本体カラーのちょっと濃いグリーンの外装パーツだね。で、こんな感じでしっかり足裏肉抜きないみたいだ。ちゃんとパーツ分割されてるわ。いいね。これはミサイルハッチかな。こういうところもね軽く色塗ってあげるだけで随分変わりそうだね。やっぱりね全体的に量は少ない。少なくはないんだけど、そのシードフリーダムのね全般で見たら少ないかな。普通に HG って感じ。シードフリーダムはねちょっと前振りとかがもはや RG だったから。で、説明書はこんな感じだね。共通ランナーの GAT フレームとかも入ってるんだけど、余剰パーツは出ない作りになってますね。確かにこの頬の赤色部分、ここ色分けして欲しかったって気持ちはわからんでもないわ。顔だもんね。ガンプラ作る人全員が全員塗装するってわけじゃないからね。はい、説明書の中身もこんな感じで、やっぱりそこまで多くないかな。シードフリーダムキットの中だったら結構サクサク作れる部類だと思う。それじゃあね早速ライトニングバスターガンダム作っていきましょう。はい、それじゃあ早速ライトニングバスター作っていきましょう。まずは頭部から。まずヘルメットにグリーンのパーツ、前から顎のパーツだね。で、ここだねちょっと賛否両論あるのは顎のパーツ。ここ最初も見たんだけど、このシールで赤い部分の色分けになってるね。確かに最近のキットだと割と珍しい感じはするね、こういう色分けで。アンテナも入れて、この特徴的なおでこのやつも取り付け、アンテナのフラッグだけ切るか。よいしょ。いい感じ。はい、ってことでまずは頭部完成。確かに顎の部分がシールでの色分けになってるのはちょっと気になるには気になるね。ガンプラってさプラモデル模型ではあるんだけど、ガンダムシリーズのキャラクターモデルアクションフィギュアっていう側面もめちゃくちゃ強くて、例えばねちゃんと塗装するタイプのモデラーの人もいるんだけど、結構塗装しない派の人多いのよ。アクションモデルとして買うっていう人が多いから、だからねこういう目立つところのシール補填箇所に結構こういろいろ言われるっていうの
いうのはねかなりわかるポイントではある。割とこういう色分けポイントって塗装すればいいじゃんっていう一言で片付けられるところでもないんだよね。確かに無塗装派の人からしたらこれはね多分結構気になると思う。ちょっと後で完成した後塗装してみようかな。はい、そしたら続いて胴体。まずねいつものシードアクションシステム作るところからだね。こんな感じで簡易的なフレームを作ります。腹部もこんな感じでフレームを入れて、でそれをねさらにフレームに取り付け、で上から赤いパーツを差し込む。そしたらさっきのフレームを取り付けて、前から外装パーツ、後ろからも挟み込み。なんかめっちゃ硬かったわこのちょっと独特な胸ダクトのパーツを取り付けて、これで胴体完成。頭部はボールジョイントで接続。かなりイケメンだね。めちゃくちゃかっこいいわ。腕はしっかりシードアクションシステムでこの二重の可動だね。上下と左右の引き出しで、腹部もシードアクションシステムでこんな感じでグイッと前に出るっていう可動だね。そしたら続いて腕部。まずは肩のフレームを作って、さらにグレーのパーツでこんな感じで挟み込む。関節構造はこんな感じの二重関節だね。でそのフレームを外装パーツにこんな感じで挟み込んで、反対側から挟み込む。合わせ目はちゃんと弾圧処理になってますね。で上から二の腕のパーツを差し込んで、で肩アーマーだね。まずグリーンのパーツを取り付けて、白いフィンみたいなパーツもつける。反対側からグリーンのパーツで挟み込み。でそしたらこの蛍光グリーンのパーツをつけて、前から赤いパーツ、ハンドパーツはいつものやつ、これを合体させて、これで腕部完成です。ちゃんと肩側面のフィンも動くし、肩自体もこう回転の可動と上下の可動を、で肘関節は最大で二重関節だからね結構曲がります。多少ここに干渉するけど、全然めっちゃ動く。でボールジョイントはいつもの柔軟な可動。本体との接続はボールジョイント。普通のバスターよりさらにごつくなってる感じ、結構かっこいいね。で腕なんだけど、ちょっとどうしてもね肩自体はこんな感じで頭の方にね干渉しちゃうね。なんだけど腕の自由度が高いから割とね普通に水平まで持っていけるわ。で肩の引き出しはしっかりこんな感じで、もう顔が見えなくなるぐらいまでには前に出せるね。すごいね、さすがシードアクションシステム、めちゃくちゃ動いてくれる。で続いて下半身なんだけど、腰ねもう作っちゃった。ここの側面のやつ、これをこう引き出すことで腰のビーム砲の再現ができるね。これなんだけど、ここの先端を取り外してこのパーツに差し替えることで、持って打ってる時の展開状態が再現できるね。差し替えでの再現。フロントアーマーは真ん中でカットしてるから独立可動で、サイドアーマーなんだけど、これねシードフリーダムキットの欠点、サイドアーマーのボールジョイントポロポロ取れる問題ちょっと解決してて、まず最初にサイドアーマーはめんのよ。でその後に上からこれをかぶせんの。だからここ取れないんですよあんま。で本体との接続はボールジョイント。いいごつさしてますねほんと。で次足だね。まずはいつもの関節のやつで、スリッパパーツはね最初にも見たんだけど、しっかりと足裏が別パーツで肉抜きがないといいね。で上からホワイトのパーツをつけて、これでスリッパの完成。関節はこんな感じで3パーツで構成で、これに太ももを取り付け、ここはね段落ちになってないから割とちょっと合わせ目目立つかな。なんか若干モールド感あるから気になんなきゃ気になんないかも。そしたらこの軸にフレームを取り付けて、それを左右で挟み込み、そしたら横から外装パーツをつけて、ここの軸に足首のねフレームをつける。中はねこんな感じで簡易的なフレームになってるね。で左右から挟み込むと、すねが別パーツになってて、膝アーマーがさらに別パーツで、これエントリーグレードストライクと同じような構造してるんだよね。この足先が普通にこうボールジョイントをただはめ込むだけになってて、これマジでエントリーグレードだね。でしかも側面にねアンクルアーマーをつけるんだけど、ここの接続の仕方もエントリーグレードストライクとほぼ一緒だから、なんか急に足首だけエントリーグレードになってるんだよこのキット。本体との接続は軸接続で、これねありがたい、いつものシードフリーダムのやつ、これ足の延長ギミックついてます。こんな感じでね股関節のフレームが動くことで足が上下にできるんだよ。でね他のキットだと割とここを伸ばすと股関節周りにパーツがあんまなくてスカスカ見えちゃうのがちょっとだけネックだったんだけど、バスターはね腰回りの走行がかなり充実してるから、こうやって足伸ばしてスタイル変えてもわかんないわ。
で本体ラストバックパックなんだけどもう作っちゃった。これ結構ね構造としては簡単で、このでっかいランチャーはねこんな感じのボールジョイント接続になってて、こっちの本体の方もボールジョイント接続って感じで、本体との接続は二軸だね。だから他のキットにも普通に流用できる。これめちゃくちゃありがたい。でライフルの展開はこんな感じで、ここをねスライドさせて伸ばしてこう上からもこうやって出せるし、下からもこうやって出せると。軸が2個あるっていうだけではあるんだけど、めちゃくちゃ自由度高いわこれ。そしたら本体に軸で接続して、これでライトニングバスターガンダム完成です。はい、ということでこれでライトニングバスターガンダム完成したんですけど、やっぱりなんかこう全体的に普通のバスターガンダムとあんま劇的な変化はない感じがするわ。まあバックパックの武装がかなり変わってはいるんだけど、本体に関してはそこまで変化はないのかな多分。稼働に関してもねやっぱシードフリーダムキットってことで全体的に稼働は良好、めちゃくちゃいい、すごい動く。でこのランチャーの展開はちょっとやりたいのでやってみよう。この肩のさここにこうやってはまるんだ。めっちゃいいじゃん。やっぱこのランチャーを構えてるポーズめちゃくちゃかっこいいわ。下から腰の下から出してみてもこんな感じ。やっぱ個人的にはこっちの方が好きかな。なんかめっちゃかっこいいわこっちの方が。ちょっとね1個だけ今稼働させてて気になったポイントある。この足首ちょっとエントリーグレードストライクっぽいってさっき話したと思うんだけど、なんかちょっと緩いわ。ここほらちょっとスカスカしてる。でちょっとみんな気になるであろうここ頬の部分、これちょっと部分塗装してみようか今。はい、じゃあね本当にめっちゃ簡単なんだけど、この水星ホビーカラーのシャインレッドでもう直で塗装してみようかな。さすがに赤すぎるかな。ちょっとマジで軽く塗ってみます。なんかちょっとシャインレッド真っ赤すぎるけど、まあ、割といいんじゃない？はい、どうでしょうか。こんな感じで割とめちゃくちゃ簡単なんだけど、普通に瓶生の塗料で塗ってみただけなんだけど、割といいんじゃないかな。でまあシール貼るよりはやっぱ塗料の方がねそのパーツそのものに色がついてる感じで、まあいいんじゃないかな。これねもし瓶で持ってる人がいたらシャーピンクとかそういうので塗った方がいいかも。まあ、でもねなんかカメラ越しで見ると意外と色の差出てるんだけど、肉眼で見るとね割とそこまで違和感ないかな。で部分塗装でちょっとだけこんな感じではみ出てるところがあるんだけど、そういうところはこのみんな大好きマジックリンを使って拭き取りをするとねめっちゃ綺麗になります。まずこういうお皿とか容器にマジックリンをちょっとだけ出します。はい、そしたら綿棒とかにねこのマジックリンを染み込ませて拭き取るのもいいんだけど、今回はちょっとめちゃくちゃ細かいところがはみ出ちゃってるから、この筆にマジックリンをちょっとだけ乗せて、でそのマジックリンがついた筆ではみ出たところをこう拭いていく。なんならこうマジックリンを塗っていく感じでこうやってね塗っていくと、だんだんそのはみ出た部分の塗料だけが溶け出していくので、こうやってはみ出たところを撫でて、でちょっとティッシュとかでねトントンとやって、はい、拭き取りが終わるとこんな感じ。まあもはや誤差みたいなところではあるんだけど、めっちゃ綺麗にね四角い場所にだけ塗料が乗ってるのがわかるかなと思います。まあこんな感じでこういう赤系の塗料で軽く塗ってあげるだけでほんとねすごい印象変わるんで、シールが嫌だなって思う方はこれを機にねちょっとした部分塗装とかデビューしてみてもいいんじゃないでしょうか。はい、で塗装した頭部パーツ本体につけてみるとこんな感じ。やっぱね塗装した方がいいわ。めちゃくちゃかっこいい。やっぱここのねワンポイントの色分けがされてるかされてないかでめちゃくちゃ印象変わるんで、ぜひねこういうワンポイントの小さい部分塗装みたいな簡単なところからチャレンジしてみるのはいいんじゃないかなと思います。ということで今回このライトニングバスターガンダム作ってレビューして、この部分塗装の軽いやり方みたいなのを説明してみたんですが、いかがだったでしょうか。ということで今回のこのライトニングバスターの動画少しでもいいなと思ってくださったら高評価チャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それではねまた次回の動画でお会いしましょう。プラミンでした。